この先にリバティウォークのうわートラック見てくださいよニノ、はい、めっちゃこれ見たかった。おはようございます。おお、やっぱりリバティウォークといえばもうスマーフですか。これ日米のもうコラボだよね。これかっこいいね、いいね、いいねナイス、ありがとうございます。ニノさん、このトラックだよ、見てください、すんげえでかい。アメリカにないような、もうアメリカの大型もちろんかっこいいんだけど、これはめっちゃいいんじゃない。一回乗ってみたいんだよね。これにかっこいいよ。横からこれもいいよね。ホワイトウォールがあってこういうところと LB トラックス。加藤さんはすごいよな、何でもやってるんだよね。すんげえよ。あれ後ろにウイングがついてますけど、ウィングちょっと見てみよう。このウィングのところを。社長おはようございます。おい眠たいからまだ。お互いにそうそう、えらい早い時間に来ちゃうからスピードがもうちょっと昼ぐらいに来てくれない。この時間じゃないと来れなくなっちゃうから会いに来ました。わざわざはい元気会いたかった。元気明けましておめでとうございます。もうね、常にね、ね俺のフェイスブックにはねバーって言ってるでしょ。スティーブまた出てきた。スティーブ全部スティーブや。全部逆にFacebook チェックすると加藤さんリバティ加藤さんしか出てこないんだ。なんかそうなっちゃってるのかな。多分合うんだよまだ頑張ってんね。頑張ってますよ。だからあれでしょ、なんと日本の食のああいう YouTube もやってるでしょ。かやってます。大判焼きになりました。アメリカでジャパニーズカフェオープンしました。多分さ日本人からしてみたら英語と日本語がペラペラだから両方使いできちゃうから、俺の場合は日本語しか喋れないじゃんだからそこビジネスになっちゃうんだよ。大判焼きやりだしたの。そうです。テキサスで。何でもやるね。うんで、今日本の文化をで海外受け入れてるから、はいそのうちお好みとかたこ焼きもやっちゃえばいいじゃん。やります。クレープ、おにぎり、日本っていうのはね、ブランドのイメージが高いんですよね。レベルが高い。そうです。日本っていうとみんな。イメージは高いんだけどテンション低いもんダメなんだよ。だからそれを上げたいなと社長と一緒にこっちは上がってこの顔で上がりっぱなしだよいやいつももうエネルギーいただいてます。ありがとうございます。すごい車見るトラック覗きましょう。 OK はい。ごめんね、朝一番アポなしでアポなしのこう、ね、撮影もうアでパートの断っちゃうす。れ分かってるいやだから勝手に来るアパートおーいいね。これ新作ですか。これ新作おです。おこれ全部新作です。全部これはかっこいいですね。かっこいい。 F40 のホイールと同じデザインでええ作り上げたはいアパートなんです。そうですよね。F40 のはい。 Z ほほほほ。これは看板 Z のイメージで渡辺を原付にモチーフにしたはいまあ3マル Z のイメージええを再現したはい。新型 Z。なるほど、かっこいいですね。色もいいです。色もでしょ。こえれえ電動装ですもちろん。はいこ。れはアルファレックスのヘッドライト。なるほど。初ですよ。かっこいいね。かっこいいです。かっこいいかっこいい。そしてあれこれ話題の一番好きでしょ。軽自動車のこれ空手聞いた。玉木にね。ベースはこれこれ AZ1 フォトザムの AZ1 AZ1 をミニ F40 っていうイメージを。再現した。わあいいですね次ね。はいはい。早いですよ今日。いやー時間ないね。これは今回の話題のそうすごいカウンタークンタッシュって言うんです。カウンタックじゃないですか。いやだから日本語で俺たちはカウンタックだけど、ええアメリカの人たちはアメリカでクンタッシュになるんですよね。クンタッチでクンタッシュだよね。タッチクンタッシュ Don't touch Don't touch my カウンタッククンタクンタかっこいいですよね。これは今回はこのオートサロンでこれは公開したっていうことですよね。公開したっていうねすごい話題になってますね。めちゃくちゃいい。これはねかっこいいです。はい。アニバーサリーね89年89年ので90年90年の90年カウンタック。50年はい。ねすげえ。アニバーサリー。すんごいですね。かっこいいです。これラッピングしあら色この前の色を描いたっていう。そうですそうですわあブルーもいいですね。ブルーも一緒。はい、ブルーもなかなかですね。かっこいい。この去年の大阪オートベッセにあった車両ですよね。白の。白をはいラッピングラッピングしてブルーにしたっていうことですね。パイロットからはヒューマンに俺が FD 乗れっつってい。で、でエンジンから全部やったはい当時のねはい。もうそのうちあっちゃんにも頼まれそうだよねい。やパパのヒューマンを作ってもらえるなら。そろそろ思ってるから
なんでね。いろんなことやるのはいいんだけど、そはいろそろうちのエアロで、はいもっとアメリカでパフォーマンスしてもらわないと、はいえ俺とスティーブの間からは切れてしまう。どういうことかって言ったら、縁の切れ目は縁の切れ目。えなるほどね。でもね、ヒューマンの名前入ってるよ。ヒューマ系、ヒューマカト。おーかっこいいよ久。しぶりにね、あいつがね、頑張ってるんですよね。そうそう頑張ってるから。原宿邪魔させてもらいましたよ、この間。私たちも買うって言ったから、ええ改造してやるっつって。今わ回は自分が携わったところあ、めっちゃかっこいいですよ。原宿店が忙しいから、えそれで、まあちょっと今回は忙しいからおしゃれな時は俺のモチーフでえしてあげると。え本当は自分でやりたかったけど、今え回は、まあちょっと任せる。えなるほど。東京店に取材立って行きましたよ。あ行きましたこの間時間がなかったんだけど、でも行ってヒューマンに会いました。加藤さんの努力のあれですよ。本当にすごいですよ。何年？もう何年になる10年、11年目でしょ、ええ11年前に朝のツーリング、モ朝のーニングコーヒー、モーニングコーヒーツーリング、ローズボールのパサデナそうのそう、あの時にはい会った時ね、あっちゃんがこのぐらいの時に日本語喋れる外国人が普通にいるから、すみませんすげえなと思って日本人その時で終わっちゃうんかなと思ったら、まだこう続いてるっていうね。ね、ありがたいでもどんことですよね。どんどんどん年食っていっちゃうから。お互いに最後はこんなのなってて、ぜひまた来週なんか。あこの感じで10年後ね2人でこんな感そうそうじそうならないように前もうおっさんパワーですよね。そうそうそうこれはこれからです。これからです。加藤さんぜいつもありがとうございまね、す。また日本どんどん宣伝してもらって、はいね、必ずこういうスティーブみたいな人は必要ですから、ね、皆さんスティーブの方応援お願いします。日本大好きだし、加藤さんも大好きだし、アメリカも大好きだから。息子元気うん、元気です。元気今日は来てない今勉強大学でうん歯医者になろうとしてるんですよ。おすごいね手術までしようと YouTuber してるんだけど、YouTuber じゃないですよね。いやもうやめた方がいいって俺はアドバイスしました。はい、頑張りましょう。はい、お願いします。サムズアップです。 Yeah, Yes. thank you so much. ありがとうございます。Thank you. キャバクラ小林だ。もう11年近くの付き合いになるんだよね。長いね、もうね。キャバクラ小林さん、その時からでも夢、また復活させるね、それ復。活させよう、もう 10周年のキャバクラ小林誕生のめちゃくちゃこするねはいでも大好きな、本当に人です。もう、ただね、10年前に、小林さん、木本さん、社長、ヒューマー、4人ぐらいで動いてたのは、10年後にこうなっちゃってるのは。やばいよね。やばい。いや、みんなの努力は本当にすごいですよ。もっと頑張らなきゃ。いやいやいやスティーブは足りないんだよ、努力が。星カフェはできた。また新しいねジャパニーズカフェ、うんテキサスで、うん CSD の山口ですよね。県の CSD、ブレーキ、カリパー、あとは足もサスペンションもサス関連のことなら、小林さんは間違いないので、本当は大好きな人です。キャバクラのことはジョークなんだけど、ジョークじゃないんだよ。でも、ジョークじゃない。楽しくね、今年もやっていきましょう。サムズアップ的にありがとうございます。
っていうの知ってる、はいね、木本さんとの付き合いがもう多分10年か11年目になると思う、はい最初にどうやって出会ったかっていう話はねストーリーと加藤さんもね多分あまり知られてないと思うんだけど、昔の動画にあるんだけど、はいパサデナまで、えあっちゃんと2人で何乗っていたかちょっと記憶にないんだけど行ったらカーショーみたいなカーショーみたいなのあったんだよ、ローズボールでそう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 駐車場でフェラーリだったかな、俺360かなんか買っていたんだろうね、あの黄色いやつ。僕らはグレーのムルシで行ったそうグレーのムルシとワークスの BM の M3 だったっけ。そうそうそう2台か3台で行ってそしてそうでちょうどその時なんで日本車こんなに多い中では日本人はいねえよって言っていつも思ってたって。そうで僕らからしたらそう外人ってアメリカ人しかいないから、はいだけど僕ら以外の聞いたことない声で日本語がめちゃくちゃ聞こえてくるわけですよと思ったら誰も日本人いないなと思ったらあの人日本語喋ってないって言ったのがスティーブが11年12年ぐらいで下手したら誰よりも僕らが古いよね多分そうであっちゃんはその時にパパ日本人だよ日本人が来たよ日本人だよって言ってすんげえ車で来たよとかって言ってでそう言ってたうちの方のカメラで言うとあっちゃんっていうのはスティーブの息子ねはいアレックスあっちゃんでねそれが12年ぐらい前ですねそうなんですよで、そっからなんかどっか一緒に行ったんじゃなかったセマショーでそれで458イタリアの最初の1台を組んだそうだね GTR も組んだそこからもうキャバクラ小林は誕生会いましたキャバクラ小林誕生はいでそっから僕が別でアメリカ行ったりすると、ね一緒にスティーブでご飯食べそうだったりツーリングも連れてってもらったりねですよね一緒にね食べに行ってそうそうそうお腹壊しちゃってねトイレから中出てこない大丈夫かいってアメリカンブレックファスト食べさせたらうまいアイスクリームとかいうのもう食っちゃってで1時間ほど冷えた時があったパパ大丈夫木本さん戻ってこないんだけどいやトイレの前にいたらって Welcome to アメリカねもう本当10年ぐらい前の話じゃないかなですよねそれでもこれに付き合いこんなこともあってでスティーブに箱スカ買ってもらってですよねはいそうありがとうそれは感謝のことです本当にその車もう一生売れない車ですよねでも戦闘機カラーになったままのそのままですあれからそうなんですもう変えられないんですよねイメージになっちゃうゼロスカデザインになって俺もちょっと変えようかなと思ってでもみんながねダメだねそのままでそうこれはスティーブのイメージだっていうアメリカでそれ走らせるとまたねあれだけ日本よりもまたもっと違うイメージですねイメージが完全に違うからいやでも本当に感謝の付き合い加藤さん木本さんキャバクラ小林さんねこのみんなのこういう成功どんどん大きくなっていったことを見ると嬉しいんですよねそうですねスティーブはまだねこのレベルなんだけどみんながすごいですよなかなかスティーブにもうアイングランドだけどロスにいないんでごめんねテキサスですよテキサスになか来てよなかテキサス行ったこともないしなんであるじゃんスティーブがいるから箱スカも車いっぱいあるからテキサス行きますよ違うアメリカを案内したい違う意味ではこれまた西海岸と東海岸と違う本当のアメリカだと俺に言わせると逆にねでロスにいた時よりもテキサスの方が住みやすい物価が安い燃料も安い車の車両登録のそのかかるお金とか全然安いぜひ行ってみますお願いしますお待ちしております今年もよろしくお願いしますサムズアップですねありがとうこういうことだよ日本はね車のイベントとまた別かもしれないスタッフのみんな集まって朝から元気で一日頑張ろうっていうのもすごいよねそれこそリバティウォークの関係者何十人になったの本当にもう10年11年前とのことを考えると、ね、4、5人で動いてる加藤社長と、ね、その周りの何人かだけでこうなったのよねたった10年で素晴らしいないつも言うんだけど加藤社長の努力で俺もすごいエネルギーをもらってますもっと頑張らなきゃいけないなってそこを見てそう思いますこの搬出の時間になったんでこの時間が面白いですよここまで来てこのチームワークが素晴らしいですこの時間のいろんな匂い
いろんな音。ご視聴ありがとうございました。関連動画こちらとこちらにありますので、よかったらチェックしてみてくださいね。チャンネル登録をよろしくお願いします。そして通知ボタンをオンにしてね、よろしくお願いします。